ロワールド漫画先輩やって噛む気に入った前回さあじゃあ今日は何やるんですか？動きのあるポーズの書き方を教えてほしいという質問が来ております。はい、よし、じゃあやっていこう。そうだね、動きのあるポーズっていうのは確かに難しいんだけど、その前にこの話をしなくてはと思ったんだよ。動きのないポーズの書き方、それができなければ動きのあるポーズがそもそも書けないんじゃないって思ったからだ。だから今日はまずポーズを取るときにどうやって書くとよろしいのかというのをまずお話ししようと思っている。そもそも立ち絵って僕は難しいと思ってて、キャラクターの立ち姿をこう描いていくときにですね、案外これがこうちゃんと立って見えるのかっていうと結構難しくないと思ってて、なんか人間ってドンって立つこともあるけど、こうやって立ってたりとか、こうやって腕組んでたりとか、こうそれなりにいろんなポーズで立てるじゃないですか。こうなってた時にどうやってこうバランス取っていくんやねんとか、結構難しいのでは、ちょっとなんかこれもうおかしいもんね。微妙にちゃんと立ってるように思えなくないみたいな、どこがこうどうおかしくてなのかなみたいなのをこうちゃんと立たせるようにですね、調整してバランシングしていく必要があるんじゃないかなと思っていて、しかもこれあれだな、バランスが取れてねえなこうやってね、なんかこねこねしてバランスが取れるところを探さなくちゃいけない、アンサーを、ね、探さなくちゃいけないときに、これなんでおかしいなって思うかっていうと、これだよね、重心ってやつだよね。いわゆる重力があるので、人間変なポーズしているとブラーンってそのままバターンって倒れるわけですよ。だから倒れないところを見つけなくちゃいけないよね。その力を手に入れなくちゃいけない。まず僕はこれが一番最初なんじゃないかなと思った先輩はアンダースタンドで、それをやるときにこれはつまりバランスを自分で取れなくちゃいけないんじゃないって思っています違うのか？違います。なるほどですね。例えばだからこうやってこうじゃあ2本があったときにね、どうしたらこれがですよ、こうお一瞬ねまあ、こうよくね、こう定規でこうよたよたやってバランス取るじゃない。でこれがちゃんと絵の中でもできるのって大事だと思ってて、こうやってじゃあ今第一グラウンド、ね、にこうやってこう2本のスティックをこうやって描いた時に、これパッとみんな見たら、これこのままいくとバターンってこっち側に倒れそうじゃないっていうのって、みんなもうパッと見今はわかると思うんですけど、つまりこれが僕はまず描けなければ、これでちゃんと立つところが絵として描けなければ、そもそも人は描けないんじゃないかなと思っている。なのでこうやって、まあこれだったらこの長さは同じね、長さ同じだとするならセイムロングスレングス、こんぐらいだったら、まあちょうどどっちにも倒れねえんじゃねえかとかっていうのってわかるかな。まずこの棒はどういうこと？これは接着されている棒ですか？接着されてます。まとめてるね。そう、それが大事で、これね多分練習だと思うんですよ。まずじゃあもう最初はファーストステップ2本とかでいいんじゃない？2本の棒をこうやって書いて、友達とかにこれ俺はまっすぐ立つように見えるけどお前はどうだと。でこれを人に見せた時に、もしくは全て忘れて明日自分が見た時に、いやこれどうしても右に倒れるだろうとか左に倒れるだろうっていうのがなくなるように、ちゃんとまず物を立てられるっていうのが大事で、これに慣れてきたらもう1本ぐらい足しましょうよ。3本。じゃあ今度はこれにこれ多分ね右に倒れますね。でこのままだとライトパターンですよ。ライトパターン。じゃあライトパターンを防ぐためにはどうする？もう一回じゃあちょっとこれもうちょっとだからこれをこうしなくちゃいけなくなるんで、これだったらどうだみたいな、まあちょっとバランス取れたかなみたいなっていうのが、これだからできるようになってくれ。もう今日とか明日でToday and tomorrow、 これはマスターしよう。3本目まではね。そしてだよ、これができるようになればもう This is human じゃないですか。よく見たらヒューマンに見えてこないか？見えてきてないのかみんな？僕には見えてるぞ。頭で、これは胴体、これは足で、お尻ということじゃないか。つまりこの人はきっと立つことができるよね。さらにお話を進めるとですね、ヒューマンのバランスってなんかどっかの動画の時にも言ったと思うんだけど、どんぐらいのバランスかっていうと、これがですね、半分4分の1だから
大きくブロックに分けると、ここが胸で、ここにこう足がこうあるんですよ。ちょうど2分の1で、ここ3分の1っていう風に考えると、人間の体ってこういうバランスの組み上がりであるわけじゃないですか。そしたらまずこの棒をしっかり傾かず、これ右に倒れるねっていうのがですね、ちゃんとこう右にも左にも倒れないよねみたいな感じのバランスが取れるように、絵としての重心が取れるようになる、この感覚を身につけるというのが一番まずは最初の最初なんじゃないかなとアンダースタンド。なんかね、その棒を書いてバランスを見るっていう観念が謎。わかんない。私は多分中途半端に書けるから、その人っぽい形のジグザグがあるときに勝手に自分の中で足をもう一本足しちゃうんですよね。足もう一本つけてバランスを取るのが2ステップ目にはめっちゃ大事。本当に絵がまだ描けないうちは、なんだろう、重力の概念がまずないから。なるほど。そう、まず重力の概念をつける。でここでちゃんと立ってる、ここでちゃんと重力が成立するものにならなかったら、絶対それを見たときに違和感が出るからね。これは何かというと、これ実際漫画先輩が思ってて、なんかその僕が描くポーズはなんかおかしいなという時に、やっぱり結局バランスが取れてないんですよ。それって要はちゃんと立ててなくて、なんかこう重力的に右に倒れちゃったり左に倒れちゃったりしそうになるのを変にごまかしてやろうとしてると、うまい絵が描けなくなる。重心取れててちゃんと落ち着くよねっていうのがまず能力として身についてるかどうかって、もうほんと前提の前提だと思ってて、前提、フロント、手ですよ、ね、でこれをまずできるようになっちゃいました。であとは簡単で動きのあるポーズにしていくんだけど、これって結局だからこれがヒューマンなんで、足もう一本増やしてですよ。であとはさらに動きがあるっていうのはこういうことなんだけど、その瞬間の中で、その動きのある瞬間の中でバランスが取れてればよくて、これってこのままいくと前にぶつかるじゃないかって思うと思うんだけど、そんなことはなくて、結局この瞬間の中ではいろんなエネルギーが、重力と位置エネルギーと作用反作用となんか加速度とかなんかいろいろあるよね。多分そこら辺のバランスが結果取れてるから、こいつはここにあるんだと思うんですよ。重心的には前に倒れるけど、それと同時に何らかのパワーが加わってるんでしょ、ここら辺にきっと。だからこれは重力だけ考えたら前に倒れちゃうよ。でもこの瞬間だけ見れば何らかのパワーがここに加わってることで、ここでバランスは取れてるんだと思うんですよね。だからこいつはここにいる。ここでこう絵の中でバランスを取っていけるようになれば、ピクチャーインバランスインピクチャーができれば、これもきっと見えてくるんじゃないかな。動きの出るときには何らかのエネルギーが作用して、その絵の中でバランスが取れているというか、そもそもバランスが取れてないから動いているように見えるのでは。まあそうなんだけど、それだけじゃないんですよ。多分それをやっちゃうと、ただバランスが崩れているだけになる。そう重力と、筋力というか動いているエネルギーですよね。運動エネルギーを考慮して書こうねということだね。多分これが、こうなっちゃうとですね確かにバランスは崩れているバランスは崩れてるが、そもそもバランス以前の何かが崩れているこのまま何も繰り出せずにこけてやられるやつ。そうですね。ここでちゃんとね、力が加わるから加わっているんだということを見せることで、動きのある絵が成立している。その通りです。なるほどね。そのためにやっぱりパワーの流れが大事で、パワーの流れのバランスを取るためには、今の話が大事だよ。すげえ遠回りな気がするけど、そうでもないのかな。どうなんだろうね、分かんない。だからこそ僕もこれはしっかりやってほしいわけじゃなくて、もう2日で終わらせてほしい。なるほどね。こんなことをずっとやってることは全く必要ない。漫画先輩からの今日の宿題はホームワーク。この3つのスティックがちゃんとお友達に、フレンズに、もしくはペアレンツに見せた時に、これちゃんと立ってるねって言ってもらえるようにまずなる。そしてそれができたら、この1対1対1対 1.5 対 1.5、 この長さの棒を今度は組み立てられるようになると。
これでまず絵の中のバランス感覚を保とうじゃないかと。それができるようになると、きっとだからこう複雑なポーズにできるようになるし、引いてはそれでムービングにつなぐこともできるんじゃないか。動きのあるポーズとか構図についてはもうちょっと話せそうな気がするのでそれはまた NEXT time。 しかし今回はまあどっちかというと一枚絵の中で、逆に動きのない絵の中でのバランスの取り方だね。まずはそこからノームービングピクチャーについてのスピーキングだったよ。じゃあまたね画面右下に登録ボタンがふわって出たりするので、出た人にはプリーズプッシュ。画面下にスマートフォンの場合は赤いレッドボタンがあるので登録お願いいたします。ペイトリオンもお願いします。待ってるよ。